こんにちは。満点か姫です。はい。動画を始める前に、本当に申し訳ございませんでした。っていうのも、前回出した昇竜拳の動画なんだけど、まず一つ、漢字をね、間違えちゃいました。昇竜拳の剣っていう文字が選挙の挙になってて、私全然気づかなくて、線が1本足りなかったの。それをまずごめんなさい。で、もう一個、なんかコマンドをね、出したんだけど、それね、なんか昇竜拳のコマンドじゃなくて、波動拳だったんだって。本当に申し訳ございませんでした。ということで、動画始めていきたいと思います。今日は真面目に初級編をやっていこうと思います。見て見て。このワンピース、可愛くないですか？実は私、エンジェルサイズっていう、ぽっちゃりした女性向けのお洋服のサイトのアンバサダーに選ばれましたイエーイ！実際着てみた感想とかっていうのは、おまけの方でやっていきたいと思います。Twitter の方にも私が着た写真とかをツイートしているので、もし気になる方がいたら、ぜひ Twitter の方もよかったら見てください。はい、ということで本題に戻りたいと思います。今日書いていくのは市町村です。今まで都道府県とか東西南北とかよく書く漢字をやってきたんですけど、住所でよく書くシリーズっていうことで、今日はね、市町村を書いていきたいと思います。これで都道府県もやったし、市町村もやったから、住所をね、書くときにみんなちょっと上手くなったんじゃないかなと、ちゃんとね、練習してくれてる人は上手くなってんじゃないかなと思います。みんながさ、書く字がさ、ちょっとでもね、私の動画によって変わったらいいなーって思ってるんだけど、ちゃんと練習してますか？ね、市町村だとね、区っていう漢字が入ってないので、今日は市町村プラス区を書いていきたいと思います。それでは、レッツゴー！本当にね、前回の動画はね、気づかなかったね。私、ストリートファイターをやってなかったから、なんかこうネットで検索して出てきたやつを保存したんだけど、あれかな、記事自体も間違ってたのかな。じゃあそれでは「し」から書いていきたいと思います。わあ、ほんとごめんね、なんか申し訳ない気持ちだ。見てくれてる人ってどれぐらいの割合なんだろう。どれぐらいの人が市に住んでて、どれぐらいの人がね、区に住んでんだろうね。割合的にはやっぱ村とかの人が少ないのかな。圧倒的にやっぱり市が多いよね。はい、市。じゃあ次は町。私はちなみに区なんだけど、うわ、ちょっと「た」が大きくなっちゃった。どうしよう。わー、失敗しちゃったー。もう一回町を書きたい。ちょっと「た」大きかった。なんかすごいお話ししながら考えてたら、何も考えずに、バランス考えずに書いちゃった。次は村、市町村。そうだね。失敗しちゃったな。だから私本当はさ、喋りながら書かない方がいいんだよね。すごい今更だね。今更だしさ、YouTube らしからぬこの発言。
許されないと思いますが。はい、市町村を書いたので、最後区をね、おまけで書いていきたいと思います。ちょっと言い出したらさ、もちろん郡だって入ってないし、いろいろ入ってないのはあるんだけど、ちょっと書ききれないので、今日はね、区に留めておきたいと思います。この区のさ、書き順もさ、間違いがちじゃない？市町村プラス区を書きました。じゃあいつものででーん、種目を使ってコツの説明に移りたいと思います。危ない、またいつもの表面張力。よし、じゃあ市から行きたいと思います。じゃあ市のコツ、ここをね引いた時に、ここ隙間が空くように書いてください。だからしっかりここは長く、ここの幅は短くっていうことだね。町に行きたいと思います。町を書くときはここの間をちゃんと等間隔にするイメージで書くことと、この右側の部分はちょっと下目から入ること。この横線ぐらいの延長線ぐらいから始めるのがちょうどいいかなっていう風に書いてください。はい、次は市町村の村の字いきます。木偏はね、いつもよくやってるよね。じゃあ木偏は置いといて、この寸っていう字に行きたいと思います。この右側もさっきの右側と一緒で、ちょっと下目から入って右上がりに上がって延長線上とちょうど、なんて言ったらいいんだろう、右上がりになってちょうどこの上の部分と合うような感じ。日本語って難しい。なんて言ったらいいかわかんない。あれ、本当に日本語が難しい。どうしちゃったんだろう。もう一回言わせて。上から始めちゃうと、どうしても右上がりに書くとここより高くなっちゃうのでってことです。このね、ちょんの部分なんだけど、ちょっと気持ち右上、ここのスペースの中のここのね、ちょうどギリギリかぶるかかぶらないかぐらいのところに書いてください。はい、じゃあ最後区いきます。これは個人的なイメージなんだけど、区って書き順間違いやすくない？私ね、昔に間違って覚えちゃったみたいで、こうね、こう書いてからこれを書いちゃうのね。だから書き順はもちろん間違えて書いてもいいんだけど、正しいのは、横線を引いて目を描いて最後囲む感じで書きます。私だけかな。ここのね、空間とここの空間っていうのはだいたい一緒ぐらいになるように書いてください。だからイメージはこの四角のど真ん中に目を描くような感じで、この目の形は左に払う方が長く、最後トンと置く感じで、絶対にこう×のような文字にしないように気をつけてください。はい、以上になります。なんか今日私ボロボロだったね。ボロボロっていうか日本語がすごく下手くそな日でした。これからもね、そういう私も含めて動画を楽しんでいただけると幸いでございます。はい、それでは今日も動画を見てくださってありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。バイバーイ。おまけはファッションショーだよ。ぜひ見てね。さあ、どっから出てくるかな。いくよ、せーの、じゃんということで本日のおまけになります。本日のおまけはさっき言った通りエンジェルサイズさんのアンバサダーになりました。ということで今日はそのエンジェルサイズさんからお洋服をいただいて、それのねレビューを動画でしていこうと思います。じゃあまずは全身から
全身はこんな感じになっております。はい、まず足元がこういう風にインナー部分とレース部分に分かれていて、インナーはミモレ丈になってます。ちょうど膝ぐらいのラインかな。私のちょうど膝ぐらい、長いレースに囲われてるような感じです。どうかな。後ろから見るとこんな感じ。はい、じゃあ次上半身に行きます。上半身はこんな感じになってて、ポイントがいくつかあるんだけど、このお腹の部分がゴムになってます。私はちょっと胸が大きいのでちょっと人より上の位置に来ちゃうんだけど、もしかしたら他の女の子だともうちょっと下の位置にゴムが来るかもしれない。私結構ワンピースってこう胸の位置から布がねストーンと落ちちゃってすごく太って見えるの。まあ太ってるんだけど、それでもね必要以上に大きく見えちゃうの。これがあることによってちゃんと出てる部分とへっこんでる部分のメリハリがすごくついて細く見えるよね。そうなの、体のラインがちゃんと出てくれてほっそりして見えます。次のポイントがここ腕なんだけど、ここがねドット柄のレースになってて、ここちょっとヒラヒラしてるの。デザインもすごい可愛いし、見てもらって分かる通りすごい真っ黒のワンピースだから、変にね色を足したりしないで、ここを開けて肌の色を足すことによって全然重たくなくて、なんならちょっと上品なワンピースに見えるよね。これがないとねすごい魔女っぽいというか、真っ黒の喪服は言い過ぎだけどすごいイメージが重たくなっちゃうんで、これがあることによってすごいもっと可愛いお洋服になったなと思ってます。で個人的にはこのひらひらすごい可愛くて大好き。可愛いすごく。で首元はこんな感じでちょっと広めのデザインになってます。もし私これでちょっと谷間が見えちゃうんだけど、気になる女の子は差し色で明るい色のインナーを着ても可愛いと思うし、ここでちょっと色を足したり遊べるかなと思ってます。この首元見て、ね、チョーカーっぽいデザインになってて、首元もね全然苦しくなくて余裕はあるんだけどだらっと見えないデザインになってます。すごいしっかりしてる生地も。はい、このお洋服のレビューはこんな感じでした。ここまで見てくださった方はぜひ概要欄の方にエンジェルサイズさんのホームページを載せてますので、女性の方はいいなと思ったら購入していただいて、男性の方は例えば彼女とかお友達とか奥さんとかちょっと体型がぽっちゃりしてて可愛い服がないなって悩んでる女の子ってたくさんいるので、ぜひ勧めてあげてみてください。その人たちにねプレゼントしてみてあげてください。じゃあ今日の動画は以上になります。どうもありがとう。バイバイ。